どうも、PDR さんです。よく、コンビニシリーズって実話ですか？こんな客絶対いねえしというコメントがよく来るんですけど、コンビニに来るうざい客1から10は全部 PDR さんが体験してきたことをもとに動画を作ったので、すべて実話です。それ以降は視聴者が体験してきたことをもとに動画を作ってるので、実話かちょっとわかりません。しかし、全部が実話だとは言えないですけど、8割から9割は実話だと思います。なんでそんなことが言えるんですか、PDR さん。頭のおかしい人、仕事のストレスが超溜まっててイライラしてる人、老害、クソガキ、常識のない人が集まる場所。それがコンビニなんです。どの時間帯にも変な客は来るんですけど、やっぱり深夜の時間帯が一番来ますね。まるで光に集まる虫のように、気違いが群がってきます。今から PDR さんが10年間働いてたコンビニで起きたエピソードを、一番印象に残ったエピソードをいくつか紹介していきたいと思います。もうすでにコンビニシリーズで取り上げた可能性がありますので、ご了承ください。PDR さんが働いてたコンビニの近くには居酒屋が何軒かあったため、酔っ払いが店に入ってきていきなり倒れることは実はちょくちょくあって、でもこの日は超酔っ払ってるホームレスが店の中に入ります。そしてコピー機の前で倒れます。しかも顔面から行ったため、歯が折れ、床が血の海になってしまいました。マジで。結局は誰かが救急車を呼んで、そのおじさんは運ばれてったんですけど、案の定、ピン君、それ掃除しといて。はーい。血は床だけではなく、コピー機、商品にも飛び散ってて、すごいもうホラーでしたね。で、掃除してる時に、とあるものを発見しました。何だと思いますか？歯。はい。おじさんの腐りきった黒くて黄色い、今食事中の皆さん、すいません。おじさんの腐りきった黒い黄色い歯を見つけました。ほぼ毎日来る40代半ばのサラリーマンがいたんですけど、背はもう結構190ぐらいあって、髪はドクブラウン並みに真っ白で、特にうざいと思ったことはなかったんですよね。不愛想だったけど別にそういう人いっぱいいるし、別にうざいとは思いませんでした。ここで話はちょっと変わります。エロ本。コンビニのエロ本ってシールついてるじゃないですか、ここに。これは同人誌だからついてないけど。昔は、働き始めた頃は確かついてなかったんですけど、なぜついてるかっていうと、店の中で読んでほしくないっていうのもあると思うんですけど、一番の理由は、ほとんどのエロ本って DVD がついてくるんですよ。DVD 超パクられるんですよ。シールつけただけでパクられる量が結構パクるやつはそれでもパクるんですけど、パクられる量がすごい減ったんですよ。話を戻します。で、その、不愛想白髪サラリーマンが、とある日、エロ本のシールを剥がして、読み始めたんですよ。しかもこれ、1回だけじゃなくて、何回かやってたため、PDR さんの、コンビニの先輩が注意したんですよ。申し訳ありませんが、シールを剥がして読むのは、ご遠慮ください。みたいなことを言いました。そこで、白髪の不愛想サラリーマンは、何をしたと思いますか？おとなしく帰った。彼は PDR さんと PDR さんの先輩が仕事かなんかしててちょっと目を離した隙に菓子パンをいくつか潰して帰りました。40代半ばのおっさんがやることかよ。これは311の直後ですね。311の直後、皆さん覚えてるかわかんないですけど、スーパーやコンビニに行っても食料もないし、
水も全然ないんですよ。で、あっても数本ぐらいなんで、うちのお店は2リッターのお水はお一人様1本とまでさせていただきます。だったんですけど、深夜の時間帯におっさんが2リッターの水を1本買いに来ました。それは別にいいんですけど、同じおっさんが2リッターの水を買いに来ました。申し訳ありません。2リッターの水はお一人1本までなんですよ。と伝えると、いや、今日ここ来たの初めてだから。と帰ってきました。ほんと、クズすぎますね。30分前に来ましたよね。いや、そんな記憶はないな。いや。そもそもこのコンビニに来るの初めてだから。みたいなやりとりがしばらく続いて、正直、PDR さんが折れて水を売ったのか、おっさんが諦めて帰ったのか、ちょっと覚えてないんですけど、これだけは覚えてます。家に帰った時、おっさんのことを思い返して、すごい悲しくなって、人間ってこんなゴミなんだなと思いながら、天井を見つめてました。最初から切れてる人。これは特定の人ではなく、もう、いろんな人のことを指します。特に失礼なことをした覚えないのに、お客さんはすげえキレてる。お弁当は温めますか？足りめえだろ？かしこまりました。温かいものと冷たいものは袋を分けしますか？分けるに決まってんだろ。いちいち聞くな。お箸はご利用になりますか？箸がなかったら何で食えって言うんだよ。まあこういうのは週に1回ぐらいは来てたと思います。こう、人間として強くなったと思うんですけど、やっぱりいい気はしないですよね。他にもクソヤンキー、子供のバケツとシャベルを持ち歩いてウィンドブレーカーをズボン代わりにしてるおばさん。エロ本をトイレに持ち込む人。煽ってくる人。150円になります。お前、俺のこと嫌いだろ。150円になります。嫌いだろ？ねえ、正直に言ってもいいから。俺のこと嫌いでしょ？はい、嫌いです。んだよ、クソが。などいますが、まあ話したらキリないし、なんか思い出しただけでちょっと泣きたくなってきたんで、この辺で終わりにしたいと思います。最後に、コンビニで働こうと思っている皆さん。確かに、変な人、理不尽な人、切れてる人がいっぱい来ます。まあいっぱいは、まあ店によっては来ないかもしれませんが、一回ぐらいは来ると思うし、結構我慢すること多いと思います。しかし、コンビニは悪いことばかりじゃないですから、いいこともあります。例えば、じゃいきなり倒れることは結構あったんですけど、what the fuck are they doing? Oh, now we're playing. Now we're playing. コンビニで働いてていいことはあります。廃棄がもらえる。でも廃棄がもらえない店だったらあんまりいいことないかも。あと時給も良くなかったらやる価値ないです。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんはこの動画を見てもコンビニで働きたいと思いますか？コンビニで働いてる皆さん、ぜひなんか満足してるのか不満があるのかをぜひ教えてください。何が不満ですかね？やっぱ時給が低いとやる気起きないですよね。あと廃棄もらえないのってしょぼいですよね。ぜひ教えてください。あと前回の動画もぜひチェックしてください。では。
工事うるさい。